油断するな。相当の使い手だぞ。トレビアの戦いなんだけれども、ハンニバルの得意技っていうのかな、もう皮すごい冷たいです。そんな、まだやられる。この人です。ガイウス・フラミニウス。はい、逆にハンニバルも追われている、挟み撃ちにされているということを察知し、フラミニウスとしてもこれ運が悪かったんだけれども、当時、ごきげんよう、世界史の時間です。ハンニバルついにアルプスを越えてイタリア本土へと侵入したわけなんですが、今回は北イタリアをメインにハンニバルが大暴れします。はい、というわけで前回のおさらいです。といってもアルプス山脈越えていくっていう話なんだけれども、ハンニバルが通ったルートいくつか推定されているけれど、その1本を紹介しています。こんな感じでアルプスなんとか越えたんだけれども、その間に大切な兵隊が2万人も死んじゃいました。残り兵力2万6000。これで本当にやっていけるのというところまで前回やったんだね。はい、というわけでアルプス越えなんとか達成したわけなんですが、15日かかった。アルプス踏破にね。で、その間に兵隊たちはもう疲労困憊しているわけですよ。なので、彼らをまず休ませます。で、休ませている間、ハンニバルは休まないですよ。まずは、現地ガリア・キサルピナのガリア人たちですね。彼らを味方につけるために奔走します。だけれども、アルプス越えを終わったばっかりでもヨボヨボの兵隊たちを見たガリア人たちは、ちょっとこれじゃやれないでしょうというので、なかなか仲間になってくれないわけですね。仕方がないのでハンニバルはなんとか結果を出さなければいけない。つまりこの兵隊だけでローマの兵隊ぶっ倒して、どうだこんなに強いんだぞ、お前たちも味方になれよ、ローマに対してはすごく不満があるんだろということを見せつけて仲間に引き込まなければいけないわけです。というわけでハンニバルは6000の熟練した騎兵を率いてローマの兵隊を探しに出かけていくわけですね。休めよ少しとかと思うんだけれども、そうも言ってらんない。一方ローマ側なんだけれども、前回頑張ったチチスキピオですね。ハンニバルを追い損なってアルプスを越えられちゃった。だから一回ローマに戻って軍を再編成します。そしてアルプス越えた北イタリアのどっかに出てきているはずだ、探せってことになるわけですね。というわけでチチスキピオ自らが4000の軍勢、ほとんどが騎兵だったらしいけれどもを率いてカルタゴ軍の探索に出かけます。つまりハンニバルもチチスキピオもお互い敵を探している状態だったんですね。約1ヶ月後のことでした。神様は2つの軍隊を引き合わせるんですね。ポー川の支流にティキヌス川っていうのが流れているんだけれども、ここでハンニバルの軍とチチスキピオの軍、偶然出くわします。そしてそのまま戦闘に入るわけですね。大将同士の初めての激突、これがティキヌスの戦いと言います。結論から言うとハンニバル軍の圧勝でした。数から言っても2000多いハンニバル軍だったんだけど、やっぱりヌミディア騎兵が抜群に強いのよ。これでね、結局チチスキピオ軍、ローマ軍って言った方が早いな。チチスキピオ言いにくい。で、重傷を負ってしまうんですね。大将が、チチスキピオが。なんとこれを息子が助けます。息子もプブリウス・スキピオで同じ名前なんだけれども、後のあの大スキピオですよ。この人。これまた後で出てくるので、この顔、ちょっと目に印象があるけれどもね、そしてスキンヘッドですね。この人の顔、ちょっと覚えておいてほしいんだけれども、スキピオ・アフリカヌスって書いてあります。この人また後で出てきます。彼にお父さん救われて、なんとか脱出に成功したそうです。ただしこれ遺説があって、リグリア人の奴隷に助けられたっていう説があって、そっちの方が実は有力だったりします。でも、息子に助けられた、大スキピオに助けられたって方がロマンがあるじゃないか。というわけで、こっちを採用しました。はい、というわけで図解説明すると、これ大体ロンバルディア平原のところですね。東西に流れているのがポー川、そしてこれに支流であるティキヌス川が合流しているんだけれども、今キラキラっていたのがプラケンティア、最前線になるのかな。さあ先を急ぎましょう。油断するな。相当の使い手だぞ。こんなはずでは。なんて感じでね、今15000プラスって出たけれども、そう、この戦闘の勝利、圧勝を見てガリア人たちが
やっぱりハンニバルあんたについていくぜというので、なんと1万5000人が加わるんですね。こうして残りヒットポイント3万8000まで回復しました。はい、というわけで、ティキルスの戦いでね、勝って、ガリア人の兵隊が1万5000ほどハンニバルに合流したわけなんですが、さて、ローマの方なんだけれども、父スキピオ、重傷を負ってしまいました。でさ、そもそも、コンスルって2人いたじゃないか。父スキピオが1人なんだけれども、もう1人いるわけだね。それがセンプロニウス・ロングスっていう人で、今ここにちょっとセンプロニウス・ロングスって書いたけれども、彼は、スキピオがハンニバルとぶつかっている間に、カルタゴ本国を攻めようと、南へと派遣されていたわけですね。でシチリア島で準備していて、これからカルタゴへ渡るぞと、アフリカへ行くぞというところで、スキピオやられたっていう情報が入るわけですよ。急いで北イタリアへと向かっていって、スキピオと合流します。これがプラケンティアってさっき紹介した都市国家ですね。あそこまで戻ったっていうことです。ここで準備万端、ハンニバルを待ち構えるわけですね。こうしてまた1ヶ月後、前218年の12月のことです。トレビアの戦いが勃発します。結論から言うと、カルタゴ軍がまたまた圧勝しました。はい、というわけで、トレビアの戦いなんだけれども、ハンニバルの得意技っていうのかなが遺憾なく発揮された戦いだったので、ちょっと詳しめに再現してみましょう。今、ポー川が奥の方、こう流れていて、で、これにトレビア川が合流しています。で、プラケンティアはこの辺りにあるわけですね。で、12月でしょ？もうこの辺ってね、日本の地図で例えると、北海道の稚内くらいなんだよ。相当北の方です。だから12月、もう、川すごい冷たいです。凍ってはいないけど、もう0度近かったんじゃないの？こんな状況だったわけですね。遊びは終わりだ。ひねり潰してくれるわ。はい、ここまでどういう状況だったのかというと、ハンニバルとしては、ここ攻め込みたいわけですよ。川渡って。でも冷たいじゃんか。渡りたくないよね。で、一気に行ったら向こうで待ち構えているわけだから、今ここでパカラッパカラってこう黄色いちょこっと見えてるけどね、黄色い馬たちをこう2000騎ぐらい派遣しまして、川渡らせて、これもね、明け方だったんだって。明け方ここでちょっかい出させるわけですよ。で、寝起きでみんなイライラしてるところで、ふざけんなーって出てくるわけですね。でちょうどこの時、センプロニウス・ロングスはちょっとこう焦っておりまして、このおとりっていうのかな、石膏に釣られてみんな出てきちゃったわけです。で、追っかけて、このとても冷たい冬の川を渡り、びちゃびちゃになりながら、こっちへ出てくるわけですね。で、やっとここで体勢を整えて、ハンニバルやっつけてやる。俺がこれで決着をつけるぞと、やっちゃうわけです。すると、はい、ここまで。まずね、待ち構えていたハンニバル軍なんだけど、自分たちから動かないわけですよ。ロングスの軍隊が体勢立て直して、満を持してやってくるのを待つんですね。なんでそんなことをしたのかって言ったら、まず一つは川。これ冷たいわけ、とても冷たい冬の川を渡ってきたから、ローマの兵隊さんたちびちゃびちゃです。どんどん体温奪われていきます。プラス、夜明け前にいきなり叩き起こされたので、飯食ってません、朝飯。どんどんそれで体力、プラスで加えてってことかな、減らされていきます。もう嫌おうなしに突っ込むしかないわけですね。それ待ってりゃいいわけで、ハンニバル側は。で、どんと来いと。で、どんと来たわけだな。すると、まず、騎馬隊ですね。圧倒的にハンニバル側の方が熟達した騎兵、しかも数も多いです。これが、まず、ローマ軍の騎兵隊たちを圧倒します。ただし、ここ、ガリア兵が中心だったんだけど、これはちょっと押され気味ですね。なんとか耐えろってやるわけなんだけど、その間に騎馬隊がローマ側全滅します。そんな、まだやられるわけには。なんて感じでちょっと大げさにやってみましたが、騎馬隊がやられると、今度はハンニバルの騎兵隊たちがローマ軍の後ろ側に回って完全に囲い込むわけですね。もうこれで逃げ場ないですよ。そこにとどめ。いただきます。はい。今ここにマゴって見えるから、ちょっと重なっちゃって見えにくいんだけど、これマゴっていうのはハンニバルの弟です。これを2000騎、この辺りがね、なんか森があっ
ったか丘があったかで遮蔽物があったらしいんだよ。だからローマ側はこの伏兵気がつかなかったんですね。必要だったかどうかもここまで来てしまうとわからないんだけれども、とどめって感じでこのマゴの部隊が出てきて、後ろからロングスの部隊をやっつけるわけです。包囲殲滅作戦ってやつですね。ただしこの時ロングスは逃げ切ってます。ここのとこガリアの兵隊弱かったんだよ。でここ突破されちゃって一部ここローマ兵に逃げられたんですね。完璧な包囲殲滅できなかったんだ。でこれはハンニバルもちょっと反省しまして次回に生かそうってことになるんだけれども、とにかくハンニバル側の圧勝だったわけです。そして今12000丁って出たね。この戦いを見たガリア人たちが俺たちもあんたにつくよとプラス12000というわけでヒットポイント5万を超えました。素晴らしい。というわけでハンニバルの名声はうなぎ登りです。ガリア人たちは一斉に放棄しローマに対して反攻を始めました。一方ローマ側はちょっとハンニバル止めるの無理だなと一旦体制を立て直すべく断腸の思いで北イタリアの放棄を決意します。ガリア・キサルピナ諦めました。北イタリアの放棄って相当な決意だよ。断腸の思いですね。だからハンニバルのこの進撃っていうのが相当な衝撃だったんだね。そこで新しいコンスルとしてベテランを起用することになりました。それがガイウス・フラミニウスっていう人です。グナエウス・ゲミヌスの方は、ちょっと置いときましょう。ガイウス・フラミニウスって実はガリア・キサルピナつながりなわけですよ。第一次ポエニ戦争が終わって中小農民たちが没落してしまいました。で、このことについては前の動画で紹介しているので、ちょっとそっちに戻っておさらいしてみてください。この時、その貧民、農地を失った中小農民たち、元中小農民って言っていいかなに、ガリア人から奪ったピケヌム地方を分配した。それを行ったのがこのガイウス・フラミニウスなわけですね。結果、ガリア人たちがむちゃむちゃ怒って、それからガリア戦争ってのが始まるわけなんだけれども、結果としてね、ローマはガリア・キサルピナを手に入れるきっかけになるわけなんだけれども、それを引き起こしたのがこのガイウス・フラミニウスだったわけです。この人です。ガイウス・フラミニウス。なんかちょっとやばそうな絵ですね。ここ。なんかちょっと血が出てるの見えるかな？これも生首ですね、これね。で、実は胴体ここにあります。これ胴体です。この人ガリア人です。まさにガリア人が恨み晴らしたぞって感じで、ガイウス・フラミニウスの首切り落として取ったどってやってるシーンなんだけれども、なんでこうなってしまったのか。で、今回ね、この対ハンニバル用ということで、また新たに5万の兵が徴収されることになるんだけれども、ハンニバルはどこを通ってイタリアに進撃してくるかわからなかったので、フラミニウスとゲミヌスで軍を二分して、つまり2万5000ずつっていうことですね。で、アペニン山脈を挟むように2つの町に待機させることにしたわけですね。で、一方、カルタゴ軍、ハンニバルの方なんだけど、アペニン山脈、まさにイタリア半島の背骨みたいになっているところなんだけれども、日本でいうと奥羽山脈みたいな感じかな。これを越えて、フロレンティア、現在のフィレンツェですね、こっちの方に出てきます。でもってそこからペルシア、現在のペルージャですね、そっちの方向へ向かっていくことになるわけですね。これフラミニウスが待ち構えていた方に来たっていうことなんだけれども、でフラミニウスもどうやらハンニバルがペルシアへ向かっていると。でそれをゲミヌスに伝えてうまく挟み撃ちにしてやっつけちまおうって考えたわけです。つまり通過した後、フラミニウスはハンニバルの後を追っかけていくという作戦を取ったわけですね。でもね、ハンニバルもこれを察知するわけだよ。あ、俺今挟み撃ちにされそうになってると。じゃあ逆に罠にはめてやろうか。やばいね、ハンニバルね。怖い怖い。じゃあどうなったのか。トレビアの戦いから半年後のことですね。もう6ヶ月も経ってんだな。前217年6月のことです。トラシメヌス湖畔の戦い。なんとフラミニウスの軍壊滅しました。フラミニウス自身もこの時討ち取られています。それがこの図なんでさっき紹介した。じゃあなんでこんなことになったのか、ちょっと状況を再現してみましょう。はい、トレビアの戦いからぐっと、中部イタリアっていうのかな。今川3本流しましたが、ポー川とアルノ川とルビコン川です。でもって
この辺りがガリア・キサルピナ、ここ全部放棄したんだね。つまりアルノ川とルビコン川、こっからこっちがイタリア本土、ローマの本拠地っていうことになって、こっち側を全部放棄したっていうことなんだけれども、負けるわけにはいかんのだよ。なんて感じでハンニバルが喜び勇んで略奪を繰り返しながらフィレンツェ、フロレンティアまでやってきます。これに対してフラミニウスとゲミヌスが待ち構えることになるわけなんだけれども、彼らが立ち寄った町が、ゲミヌスがアレミヌムっていうところで、フラミニウスの方はアレティウムっていうところで待ち構えていたわけです。そこにフロレンティア、フィレンツェまでハンニバルやってきた。この後どうなったのか、もうちょっと近づいてみます。こんな感じでね、ペルシアへ向かっているということが判明する。これに対してフラミニウスが、行くぞ、手加減はしない。なんて感じで挟み撃ちを画策するわけですね。はい、逆にハンニバルも追われている、挟み撃ちにされているということを察知し、逆にフラミニウスを罠にはめてやろうと画策するわけですな。ここトラシメヌスコっていう大きな湖があって、この北側の部分ですね、北岸です。ここ今もそうなんだけど、高速道路走ってるんだけれども、昔から重要なイタリア半島の東西を結ぶ幹線道路が走っているところです。すぐそこまで山が来ていて、とても狭い、いわゆる藍色ってやつですな。ここを罠にはめる場所にハンニバルは選んだわけです。でね、フラミニウスとしてもこれ運が悪かったんだけれども、当時ものすごく濃い霧が発生していて、視界が非常に悪かったそうですね。まずはハンニバルが入ってくる。了解、任務を遂行する。今消えたでしょ。つまり山の中に兵隊たち隠してて、でもってここで重装護衛部隊が当選簿してるわけだよ。で待ち構えるわけだな。油断するな、相当の使い手だぞ。なんて感じで結局こう細いところに入っていくとさ、戦線伸びちゃうわけですよ。そうすると当選簿ってハンニバルがいるわけだな。そこへ襲いかかる。これはもうどうしようもないですね。逃げ場ない。しかも側面から突然襲いかかられた。やられるしかないです。結局フラミニウス自身もこんな感じで首を切り落とされ討ち死にということになりました。知らせを聞いたゲミヌスはもう間に合わないっていうんで、足の速い騎兵隊だけ4000を向かわせたんだけど、それでも間に合わなかった。で逆にこの騎兵4000も後からハンニバルに捕捉されて全部捕虜にされちゃうんですね。完敗ですよ、ローマ側の。はい、まさにハンニバル無双といった感じなんですが、今回のお話いかがでしたでしょうか。面白かった、ためになった、そう思ってくださった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。作っている本人本当に喜びます。励みになります。本当によろしくお願いします。それはそれとして、ガイウス・フラミニウス率いるコンスルたち、ローマのコンスルたち、将軍たちだって弱いわけじゃないからね。ハンニバルが天才すぎる、強すぎるわけだよ。で結局ローマは3連敗、しかもほぼ壊滅状態で3回終わったわけでしょ。兵隊だってどんどん減っていきます。有能な指揮官も減っていきます。そんな中でハンニバル無双は終わらないんですね。もう一回ものすごく大きな戦いがあります。軍隊に対しては、その軍需学校では教科書にも載っているような超有名な戦い、関寧の戦いが次待っているわけですね。さてどうなるんでしょうか。乞うご期待。ごきげんよう。さようなら。